アクションカメラというのはですね、お安いものになればなるほどですね、手ブレ補正の方が今ちょっと橋の下影になっておりますね。こういうところを通ったりいたしますと、カメラそのものがモノラル入力になっておりますので、別売りのネイキッドフレームの方を購入いたしまして、そちらにはついていたんですけれども、はい、皆様こんにちは。本日は XTU Max Pro を使いましてお散歩動画の方を撮っていきたいと思います。今回のお話はですね、これからですね発売される中華アクションカメラに臨むことなどをですねお話ししていこうかなというふうに思うんですよね。何度かですね以前にもちょろっとお話ししたことあったんですけれども、今回はですねより具体的にと言いますかそちらのお話ししていこうと思います。まずですね1つ目、現在ですね、発売されているアクションカメラというのはですね、お安いものになればなるほどですね、手ブレ補正の方がやはりちょっと弱いかなというところもありますので、1つ目はですね、手ブレ補正なんですよね。で、現在、私、今、ミニ三脚にですね、こちら MAX Pro を取り付けてですね、苦手な手持ち撮影で撮っていますけれども、こちらの機種で現在ですね、歩行動画でミニ三脚を取り付けまして撮影な下手な私がですね写したといたしましても、だいたいこのぐらいの感じで撮れるかなという機種なんですね。でこれは少し前といいますか何年か前に購入いたしまして、お値段がですね、だいたい2万弱、19,800円ぐらいだったんですけれども、だいたいこのぐらいのお値段であれば、このぐらいの手ブレ補正能力を有しているということだとは思うんですけれども、全てが全てではないですけどもね。現在発売されている安価な中華アクションカメラの多くはですね、手ブレ補正をオンにいたしますと大きくトリミングしているんですけれども、補正の効きがちょっと弱いんじゃないかなというふうに私は感じていたりするんですが、皆様はどうでしょうね。ある程度ですねお値段お高くなってくると手ブレ補正の方も比較的優秀になってくると言いますか、値段に合わせてですね、手ブレ補正の、優劣と言いますか、ですからお安いカメラで手ブレ補正が効くカメラというのはなかなかないんですけれども、もしそういうカメラがあったらラッキーですよね。でこちらの MAX Pro はですね、手ブレ補正こちらの機種2種類あるんですけれども、普通というのとスーパー補正という2つあるんですよね。で現在は普通という補正を使っているんですけれども、そちらの補正を使いますとどのくらいだろうな、手ブレ補正オフの状態からですね、だいたい 16% か 17% ぐらいだったかな、トリミングされてるんですよね。でそのトリミングされている部分が、大きければ大きいほど手ブレ補正というのは基本的には効くんですよね。ただお安いカメラになりますとトリミング幅が大きいにもかかわらずですね何やらちょっと手ブレ補正の方が弱く感じるんですよね。ですから
トリミングの幅に見合った、適切なですね、手ブレ補正プログラムというのをですね、ちょっと望みますね。少しメーカーさんの方で手ブレ補正のプログラム修正してくださいと、チューニングしてくださいという感じなんですけども、その他にはですね、以前にも少しお話ししましたけれども、水平維持機能というのはですね、できれば可能であれば搭載してほしいですけれども、スペックがかなり必要になると思いますので、そこまでとは言いませんけれども、だいたいですね、片側の傾きをですね、おおよそ10度ぐらいで、そういうようなですね、左右の傾き合計合わせて20度ぐらいの補正が欲しいところなんですよね。で、現在ですね、所有しております XTU-S3 というカメラ所有しているんですけれども、中核アクションカメラの中ではですね、私が持っている中では一番手ブレ補正のしっかり効くカメラなんですよね。で、そのカメラでさえだいたいそうですね、傾きに関しましては2度ぐらいは補正してくれるんですよね。で、他のカメラってだいたい1度もしくは1度未満ぐらいの傾きしか補正してくれないんですけれども、ですから S3 に関してはですね、随分と補正してくれるんですけれども、そのおかげもあってですね、ネックマウントに取り付けてただプラプラ歩いているだけでもですね、かなり水平をしっかり保った状態で、まるでジンバルに取り付けたかのごとく映像ブレずに撮れるんですよね。それがすごいなというふうに私は感じたんですけれども、それをですね、10度ぐらいまでの傾きにしてもらえれば、かなりしっかりとした映像が誰が撮っても撮れるのではないかなと思うんですよね。私が望むこととしてはですね、傾き片側10度合計合わせて20度ぐらいの傾きの補正をできるカメラが欲しいなと、発売してほしいなというふうに思うんですよね。これが1つ目の手ブレ補正に関してのお話でございました。次は2つ目。これも以前ちょこっとお話ししたことあるんですが、 HDR 機能ですね。これを搭載してほしいなというふうに思うんですよね。HDR 機能の役割というのはですね、今このようにですね、逆光で今歩いておりますけれども、今ちょっと橋の下影になっておりますね。こういうところを通ったりいたしますと、ちょっと周りが暗くなると奥の空がですね、ちょっと白飛びしやすくなったりするんですよね。で、影から出ると青い部分が見えてくるのではないかと思うんですけども、どうでしょう、見えてますかね。これちょっと雲も若干薄い雲かかってますので分かりづらいかもしれませんけれども、一つの画面でですね、本当に暗い部分があったりですとか、明るい部分があったりですとか、そういうような状況でも白飛び黒つぶれ両方出ないように撮影をする機能というのが HDR というものなんですけれども、できればですね、それを搭載していただきたいなと思うんですよね。何やらですね、XTU さんの発売されているカメラで XTU ミニ1ですとか XTU
X3 という機種には HDR というですね機能の方が搭載されているみたいなんですけれどもほとんどのレビュアーさんがですねそのHDR 当然目玉機能なんですけれども、それをですね全然紹介してないんですよねでお一人だけ紹介されている方いたんですけれども、そちらの方の説明によりますと、まず HDR 機能の方を使うと手ブレ補正の方が使えなくなりますよということなんですよね。なのでその場合はジャイロデータという手ブレ補正設定にいたしまして、後からですね、手ブレ補正専用のソフトウェアジャイロフローを使うというような流れになるのかなと思うんですけども、実際に HDR 機能の方をですね試されたお方もいらっしゃったみたいなので、その映像をですね拝見いたしましたところ、どうだろうっていうちょっと怪しい、働きといいますかだったんですよね個人的な感想ですけれども、それだったら編集の時にですね、自分でHDR っぽく編集した方がそれっぽく見えるんじゃないのかなっていうような映像だったんですよね。なのであまり期待はできないなというふうに思ったんですけれども、ですから HDR とは言ってもですね、望む内容としてはですね、メジャーメーカーで使われている HDR のような写りでしょうかね。きちっとHDR ちゃんとかかってるよねっていう映像ですね。そういう映像を撮れるようにしていただきたいなと、そういう機能を搭載していただきたいなということが2つ目の希望になるんですね。さあ次はですね3つ目になりますけれども、こちらはですね映像ですとかあと機能性能というようなことではないんですけれども、音声ですね。こちらの方を2チャンネルのステレオにしていただきたいなというようなことが希望ですね。中華アクションカメラを使われた方ってわかると思うんですけれども、例えば内蔵マイクで収録された音声ってですね、ほとんどの場合は非常に音が小さくてですね、そして音も音質もこもっているので、そのまま音声を使うにはちょっと使いづらいかなというような感じに私は感じるんですよね。そして中華アクションカメラの場合はですね、カメラそのものがモノラル入力になっておりますので、そのモノラルをですねステレオ入力の方にしていただきたいなというふうに思うんですよね。どちらも選べれば最高なんですけれども、メジャーメーカーなんかはですねどちらか選べるように設定変更できるようになっているんですが、現在撮影で使っているこちらの MAX Pro に関しましてもモノラルなんですね。ちょっと音声の方は編集するときにちょっといじってますけれども、そのまま収録するとですねやっぱりちょっと音声として使いづらいなというふうに思うんですけれども、そのためですねちょっとワイヤレスマイクの方を現在使ってますね。そうすることによってワイヤレスマイクの機能の方が
使えるようになりまして、多少なりともですね声が聞き取りやすくなったりいたしますので、私は好んでワイヤレスマイクの方を使っております。もしこれでですね2チャンネルのステレオ入力対応になっていればですね、ワイヤレスマイク2個使ってですね左右の音を独立させて、片側1チャンネルずつ合計2チャンネルとしてですね音の方が取れますので、リスだ。リスがなんか加えてるな。ちょっとお食事の邪魔をしてしまったので離れましょう。あとはですね、その片側1チャンネルずつ合計2チャンネルで撮影の方をいたしまして、プラス外部マイク 3.5mm のピンジャックでですね使えたら最高かなと思うんですよね。そうすることでですね、中華アクションカメラであってもかなりしっかりと使える音声の方が取れると思いますので、その辺がですねメジャーメーカーみたいにですね音声の方をきれいに取れるような状態にしてほしいなということなんですよね。そして、これが最後になりますけれども、4つ目、これも機能性能だとかというのにはちょっと関係のないお話になってしまいますが、現在 MAX Pro の方に別売りのネイキッドフレームの方を購入いたしまして、そちらにはついていたんですけれども、コールドシューというですねものを付属するアクセサリーにつけてほしいなというふうに思っているんですよね。現在中華アクションカメラでも一部機種でですねコールドシューの方が使えるようになっているものもありますけれども、まだほとんどのものがですね使えるような状態にはなっていませんので、ちなみにですねコールドシューは何ぞやというふうに思われていらっしゃるお方もいるかもしれないんですけれども、コールドシューというのはですねアクセサリーなどを取り付ける場所なんですよね。例えばなんですけれども、動画撮影用のライトですとか、あと、今使っておりますけれども、ワイヤレスマイクのレシーバーですとか、そういうようなものをですね使ったり、あとは大きいモフモフをついている外部マイクですとか、そういうようないろいろなアクセサリー類をですねつけることのできるものがコールドシューというものなんですよね。で、特にですね私がお気に入りといいますか買っといてよかったなと思うのがやっぱり撮影用のライトなんですよね。薄暗くなってきた屋外ですとか、あと日中でも室内での撮影ってですね意外と暗いんですよねアクションカメラで撮る場合には。でそういう時にビデオ撮影用のライトの方がありますと綺麗に撮れるんですよね、これが。なのでそのライトは結構使うなというふうに思っていたんですけれども、ちなみにですね他のカメラたち、中華アクションカメラを持っていますけれども、当然なんですけれどもコールドシューないんですよね。なので別売りで部品を買ってですね、そのコールドシューの部品をですね各カメラのネイキッドフレームの方に瞬間接着剤でつけたりですとかして使っているんですけれども、できればですね初めから付属品のネイキッドフレームにそういうようなですね場所を設けていただければ嬉しいかなというような感じなんですよね。それぐらいでしたら特に極端な変更点、時間のかかるようなことではないですからできると思うんですけれども、ぜひともですねメーカーさんにはやっていただきたいなと思うんですよね。
そんなにコストのかかる内容でもないですしね。ぜひ各メーカーさんご一考くださいという感じでしょうかね。以上4つがですね、私が今後発売される中華アクションカメラ、安価な中華アクションカメラに臨む内容でございましたと。本日はこの辺で動画終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。